ザクをこんなに近くで見たことあるかい？どうも、ザクバカです。僕はね、当然見たことないです。そんなわけでね、今回はようやく完成したね、ソラリザクをご紹介したいと思います。前回の動画でもね、ご紹介しましたが、プチ回収でね、ディテールアップをしたのと、今回は、塗装でね、全体のトーンをね、赤寄りに変更しました。今回ね、初めてご覧になる方のために前回までのおさらいをしたいと思います。まずはね、最近のガンプラではね、定番のね、アンテナのシャープ化ですね。ニッパーとね、デザインナイフで形状を出しました。これだけでもね、だいぶ印象が変わりますね。あとはね、ひさし裏の肉抜き穴を埋めたのと、ヒートプレスでね、モノアイカバーを作りました。ヒートプレスのね、やり方は前回の動画でね、詳しく解説しているので、興味のある方はそちらをご覧ください。ガンプラ技術研究所。そんなわけでね、前回までは、頭部をね、中心にディテールアップしたんですが、他のパーツもね、ディテールアップしていきたいと思います。で、まずはシールドですが、何箇所かあるね、フックを引っ掛けるとこですかね。ここが埋まっているので、開口していきたいと思います。スケール的にね、ここは埋まっていても仕方ないんですが、作中ではね、ここの穴がね、結構ね、印象的だったので再現していきます。こんな感じですね。穴が小さいので分かりづらいんですが、肉眼で見るとね、結構効果があるので、ぜひ試してみてください。あとはね、コックピットのね、ハッチをオープンしたかったんですが、さすがにね、そこまでやるともう完成しなくなってしまうので、またのね、機会に挑戦してみたいと思います。それよりね、前腕の合わせ目がね、真ん中に来ているのがちょっと気になるので、合わせ目を変更したいと思います。まずはね、外装パーツだけ外します。で、外した外装パーツのね、内側の部分だけ接着していきます。で、肘側はね、絶対に接着しないでください。で、接着剤がね、硬化したら、接着面の合わせ目を消します。で、真ん中のね、合わせ目が消えたら、設定通りね、左右に筋彫りでパネルラインを入れます。で、次にね、パネルラインの片方だけ切り離していきます。これでね、センターのパネルラインを消して、後はめもできるようになりました。塗装をしないのであれば、カットまではね、必要ないですね。で、次はね、みんなの敵、足裏の肉抜き穴ですね。正直普通に飾っておく分には見えなくなるところなので、わざわざね、塞ぐ必要もないかと思いますが、気になってしまったもんは仕方ないので塞いでいきます。まずはね、現場合わせでプラ板をちょっと削っては合わせて、型を出していきます。しかしね、この方法あんまり効率よくないので、ちゃんとね、型紙ね、作った方が良いと思います。で、こんな形状になったものにメタルビーズを埋めて、で、足裏に接着していっちゃいます。残りの穴はね、細かくカットしたパーツを少しずつ埋めていきます。
こんな感じでね、足の裏埋まりました。今回もですね、またやらかしておりまして、マシンガンのね、グリップを紛失してしまいました。そんなわけでね、形状が一番近いと思われる、RG のね、ザクマシンガンから拝借することにしました。でね、めっちゃ埃まみれですが、ちょっと見なかったことにしてください。でね、このままだとつけられないので、ちょっと加工します。RG の方はね、真ん中が埋まっているので開口します。ちょっとね、形状は違いますが、ないよりはって感じですかね。で、加工は以上なんですが、ちょっと動画ね、通れてなかったので、静止画で失礼します。でね、サフ吹いたんですが、やっぱね、サフ吹くとね、陰影が出てね、めちゃくちゃかっこいいっすね。で、細かい部分はね、筆で塗っていっちゃいます。これはね、物合いの部分ですね。で、黒鉄色でね、ベースを塗ったら、カメラ部分にシルバーを塗ります。で、シルバーの上にね、クリアレッドを重ねていきます。で、最後にね、レジンを持っておきます。こんな感じでね、レンズに凹凸ができたので、光を拾ってね、いい感じに光るようになりました。で、基本色なんですが、僕の中ではね、これくらいの赤みがかったイメージなので、キットの色に比べるとね、だいぶ赤くなっています。そもそもね、レッドウルフ隊っていうぐらいですから、これぐらいがいいんじゃないんでしょうかね。とりあえずね、基本塗装が終わったので、頭組んでみました。なかなかね、いいんじゃないでしょうか。で、左側のね、アンテナは細かく塗り分けていきます。頭部とのね、接続部分は黒鉄色を塗りました。で、アンテナのね、白い線も再現したんですが、細かすぎてね、3本引けませんでした。で、他のね、色もおおよそ塗り終えました。あとはね、ひたすら細かいところを塗り分けていきます。まずはね、シールドの基部なんですが、何気にね、ここがね、一番大変だったかもですね。動画を見るとね、ここのね、丸いところのエッジがね、黄色くなってるんですよね。で、中央にはね、ディテールが入ってるんですが、そこはオミットされているので、ちょっとね、塗装でごまかします。で、そんなわけでね、細かい塗り分けがおおよそ完了しました。何気にね、ここが一番気に入っています。
したらね、組み立てていきます。でね、ちょっとパーツが多いので、結構な尺になってしまいそうなので、はしょらせていただきます。ガンプラ技術研究所。で、エナメルでね、ドライブラシをして、ハイライトと、全体的にね、ワントーン落ち着かせていきます。いい感じにね、落ち着いてきましたね。そしたらね、他のパーツもトーンを合わせていきます。見ていただいてお分かりの通り、だいぶ大雑把にやっていますが、大体でいいと思っています。で、これね、一度やってみたかったやつです。で、最近のね、おしゃれモデラーさんが組み立て前の動画ね、よく上げてますよね。それは良いとして、次はね、墨入れしていきます。ちなみにね、今回は墨入れ前にね、艶消し吹いてます。これもね、好みが分かれると思うんですが、僕はね、パキッとしたラインよりね、エッジがね、滲んでるぐらいがね、好きなんですよね。にしてもね、ちょっとパネルライン多すぎてね、やってもやっても終わらんです。墨入れはね、嫌いではないんですが、さすがにね、こんだけやるとね、肩がね、バキバキになりますね。そんな感じで、墨入れ大体終わりました。今回の動画ね、ちょっとだいぶ尺が長くなってしまいましたが、あとはシールを貼って完成です。にしてもね、こちらね、シールではなくて、デカールをね、付属してくれるとね、ありがたいんですけどね。そんなわけでね、今回はネトフリザクの完結編をご覧いただきましたが、いかがでしたでしょうか。コックピットハッチのね、開閉とか、肘関節の分離、あとはね、膝にね、シリンダーとかも仕込んでみたかったんですが、そこまでやるとね、年をまたいでしまいそうなので、一旦完成とさせていただきました。とはいえね、見た目に関しては満足のいくね、回収ができました。というわけでね、今回で陸戦ものは一旦区切らせていただいて、次回からはね、ジオング再開したいと思います。そんなわけで今回も最後までご覧いただきありがとうございます。
この動画を気に入っていただけたらグッドボタン、続きが気になる方はチャンネル登録、コメントも励みになりますのでよろしくお願いします。